皆さん、こんにちは。陽介です。今はサッカーの北米ワールドカップで盛り上がっていますね。この前、日本とオランダの試合がありました。日本の今大会の初戦です。試合が始まったのは日本時間で朝の5時でした。今回はダゾーンという配信サービスが日本代表の試合を無料で見せてくれたんです。うちにはテレビがないので、これは本当にありがたかったです。私は眠い目をこすりながら一人でスマホでその試合を見ていました。試合は2対2の引き分けでした。引き分けというのはどちらも勝たずに同点で終わることという意味ですね。日本が2度リードされて、それでも終わるちょっと前に追いついたんです。一人で見ながらかなり興奮しました。でも大勢でワイワイ盛り上がるのとはやっぱりちょっと違うんですよね。その話はまた後でします。今日一番話したいのは別のことなんです。強いオランダと引き分けたこと自体が実はものすごいことなんです。今の日本代表は本当に強くなりました。今日はその話をしたいと思います。その前に一つ正直に言っておきますね。私はサッカーにそれほど詳しいわけではありません。最近は J リーグも海外のサッカーもほとんど見ません。4年に1回ワールドカップの時だけ急に熱くなる、いわゆるにわかファンです。にわかというのはその時だけ急に盛り上がる人という意味ですね。そんな私でも最近の日本代表の強さには本当にびっくりしているんです。オランダと引き分けただけではありません。去年は親善試合でブラジルに初めて勝ちました。ブラジルは世界で一番有名なサッカーの国です。しかも0対2と2点も負けていたところから後半に3点を取って逆転で勝ったんです。それまで日本はブラジルに14回も戦って一度も勝てていませんでした。その相手に初めて勝ったんです。さらに今年の春にはイングランドにも勝ちました。サッカーが生まれた国とも言われるイングランドです。しかも試合をしたのはロンドンにあるサッカーの聖地と呼ばれるスタジアムでした。前回のワールドカップでもドイツとスペインに勝っています。ブラジル、イングランド、ドイツ、スペイン。どれもワールドカップで優勝したことのある世界の強い国ばかりです。そういう国々に次々と勝つようになってきました。それくらい今の日本は強くなったんです。ここで私が子供の頃の話を少しさせてください。実は私が子供の頃、日本はワールドカップに出ることすらできませんでした。今の若い人には信じられないかもしれません。でも本当に出られなかったんです。ドーハの悲劇と呼ばれる忘れられない試合があります。1993年、初めてワールドカップに出られるかどうかがかかった試合でした。日本はリードしていて、あと少しで初出場というところまで来ていました。ところが試合が終わる本当に最後の最後に相手に同点ゴールを決められて出場を逃したんです。あの時の国中のがっかりした空気は今でも覚えています。日本が初めてワールドカップに出られたのはその5年後の1998年のことでした。出ることすらできなかった国が今ではブラジルやイングランドに勝つ国になったんです。子供の頃からずっと見てきた私にはもう別の国のチームみたいに見えます。ではどうして日本はこんなに強くなったのでしょうか。私はサッカーの専門家ではないので調べたり人から聞いたりした話として聞いてください。どうやら理由は一つではないようです。30年くらいかけて
いろんなことが少しずつ積み重なった結果なんだそうです。まず土台になったのが1993年に始まった J リーグです。プロのリーグができて、サッカーで生活できるようになりました。それで選手のレベルもする人の数も大きく増えたんです。私が子供の頃はちょうどその変わり目でした。プロ選手に憧れて育つ子供たちがたくさん増えています。それから若い選手を育てる仕組みを時間をかけて作ってきたことも大きいそうです。有望な子を集めて鍛えたり、クラブや高校や大学で育てたり、いろんな道があるんですね。キャプテン翼のような人気漫画で子供がサッカーに憧れる文化があったこともよく言われます。そして選手が海外に出るようになったことも大きな理由です。これは中田英寿さんという選手のあたりから本格的に始まりました。昔は海外でプレーする日本人を海外組と呼ぶくらい珍しかったんです。でも今では主力のほとんどがヨーロッパでプレーしています。世界のトップの環境で毎日揉まれることで一人一人が力が上がっていったんですね。さらに昔は外国人の監督が来て世界の戦い方を教えてくれました。それを少しずつ自分たちのものにして、今では日本人の監督のレベルも上がっているそうです。そうやってワールドカップにも1998年からずっと出続けて大きな試合の経験もたまっていきました。こうしてみると何か一つのおかげというわけではないんですよね。長い目標を立てていろんなことにコツコツ積み上げてきた結果なんだと思います。素人の私から見ても日本のサッカーは着実に進歩してきたなと感じます。さて、ここまではチームの話でした。強くなった日本代表の試合を見ていると、私は昔のことを思い出します。私の人生で一番盛り上がった観戦は2002年のワールドカップでした。あの時は日本と韓国の2つの国で大会が開かれました。自分の国でワールドカップをやるなんて人生で一度あるかないかですよね。私は国立競技場というところで開かれたパブリックビューイングに行きました。パブリックビューイングというのは大きなスクリーンの前に大勢で集まって一緒に試合を見るイベントのことです。何千もの知らない人と同じ画面を見て一緒に応援したんです。ゴールが入ると周りの人と一緒に立ち上がって声を出して、知らない人なのにその瞬間だけはみんな同じ気持ちでつながっている。試合の後は渋谷にも行きました。渋谷のスクランブル交差点ご存知ですよね。たくさんの人がいろんな方向から一度に渡るあの大きな交差点です。日本が勝った夜はその交差点の横、ハチ公前で知らない人同士で盛り上がったんです。後で知ったんですけど、渋谷のあの騒ぎはちょうど2002年あたりから始まったそうです。その一番最初の頃に自分もいたんだなと思うと、なんだか不思議な気持ちになります。あの一体感、みんなの気持ちが一つになる感じは今でも忘れられません。今の日本代表はあの頃よりももっと強くなりました。こんなに面白いチームですから、またあんな風に大勢で応援できたら最高だなと思うんです。だから今大会の間に一度くらいはみんなで盛り上がれる機会があるといいなと思っています。そのためにも日本代表にはぜひ勝ち進んでほしいんです。ワールドカップではまずグループリーグという3つの試合を戦います。そこを勝ち抜くと決勝トーナメントという次の段階に進めるんです。勝ち進めばその分私たちが応援できる試合も増えますね。3試合だけで終わらずにぜひその先まで進んでほしいなと思います。皆さんもワールドカップは見ていますか？応援している国が今度はどこまでいけるのか楽しみですね。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases, come what may. From hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke, come with me.